プロシアの歴史1、中東日光だ、駐屯騎士団をダッチ・オブ・プロシア、プロイセン公国にした男。中東日光だ、駐屯騎士団をダッチ・オブ・プロシア、プロシア公国、プロイセン公国に変えたのは駐屯騎士団第37代総長アルブレヒトでした。彼は1525年にジグムンド一世ポーランド王とクラクフ条約を結ぶことによって駐屯騎士団をプロシア公国、プロイセン公国へと変貌させました。アルブレヒトの母はジグムンド一世の姉でした。アルブレヒトの父は神聖ローマ帝国、ブランデンブルク宣帝公の息子でした。アルブレヒトにとってジグムンド一世は母方の叔父にあたる人物でした。カソリックのポーランド王ジグムンド一世とプロテスタントのアルブレヒト、カソリックとプロテスタントとの同盟、この同盟には無理があったように思います。この困難を乗り越えたのには母方の叔父と甥い、それ以外にどんな理由があったのでしょうか。それを探っていこうと思います。まずはじめに1525年前後のバルト海周辺の状況をざっくり眺めてみようと思います。最初は神聖ローマ帝国、ヨーロッパ最大の勢力を誇る唯一の帝国で、ローマ教皇とは直接的な関係にあり、ミラノやジェノバといった都市共和国を通じてアジア貿易を独占していました。次はスウェーデン王国。スウェーデン王国はバイキング気質と優秀な鉄器を生産する現実的思考が国民性である強大な軍事国家だったようです。次はポーランド王国。ポーランドは豊富なライ麦生産を誇る農業大国で、リトアニアと同訓連合を結んでいました。次は駐屯騎士団とハンザ同盟。ハンザ同盟とは一言で言うなら、バルト海貿易を円滑に行うための商業都市連合でした。スウェーデンやポーランドのような王国ではありませんでした。ブランデンブルクのような神聖ローマ帝国内の公国でもありませんでした。ハンザ同盟に加盟していたのは神聖ローマ帝国、スウェーデン王国、ポーランド王国などバルト海沿岸諸国の広範囲にわたった商業都市でした。ハンザ同盟は現在のオランダやベルギーを経由してアジア貿易ともつながっていました。このアジア貿易部分を独占していたのが神聖ローマ帝国でした。こういった事情もあって、ハンザ同盟のいくつかの有力都市には、神聖ローマ帝国は自由貿易都市の特権を与えていました。駐屯騎士団とは簡単に言うなら、十字軍の敗残編集団だったと言えるように思います。駐屯騎士団はローマ教皇直轄の軍事組織といった位置づけで領地もあてがわれていました。駐屯騎士団、ポーランド、スウェーデンはバルト海沿岸の領地や利権をめぐってたびたび戦争を繰り返していました。1525年に直近の2つの戦争を見てみようと思います。最初は13年戦争。13年戦争はプロシア連合が駐屯騎士団の支配を逃れようとして起こした戦争でした。プロシア連合にはポーランドや駐屯騎士団両団の有力なハンザ同盟都市が含まれていました。当初、プロシア連合は神聖ローマ皇帝に助けを求めたようです。ですが、駐屯騎士団はローマ教皇直轄の騎士でした。この願いが聞き入れられるわけもありませんでした。ついで、プロシア連合はポーランド王に助けを求めることにしました。ポーランド王はこれを領とし、ポーランドと駐屯騎士団は戦争状態に入りました。結果、第二次トルンの平和条約が結ばれ、駐屯騎士団はポーランドに敗れ、ポーランドの管理下に入ることになりました。この戦争へのハプスブルク家の対応策は、ハプスブルク家の女性とポーランド王を結婚させることでした。次はポーランド駐トニック戦争。第二次トルンの平和条約以後、駐屯騎士団は神聖ローマ皇帝に対してポーランド支配からの解放、自主独立を目指して働きかけていました。が、その努力が報われることはありませんでした。そんな時に、ポーランドと同訓連合を結んでいたリトアニアに対してロシアが侵攻を仕掛けてきました。この機会に乗じて駐屯騎士団はロシアと同盟を結び、ポーランドに反旗を翻しました。怒ったのはポーランド王でした。その怒り、いかばかりだったろうと想像します。ポーランド王は今回は駐屯騎士団を消滅させ、ポーランドへの完全吸収を目指しただろうと想像します。分が悪くなった駐屯騎士団総長アルブレヒトは神聖ローマ皇帝にポーランドとの調停を願い出たようです。が、この時代の神聖ローマ皇帝にはそこまでの余力はなかったようです。最終的にアルブレヒトはクラクフ条約によってこの戦争を終わらせることができました。
クラフク条約はプロイセン公国を誕生させたのと同時に、ポーランド・チュートニック戦争を終結させるための条約でもあったのです。これら一連の出来事の原因には、神聖ローマ帝国の力の衰えがあったと考えます。これ以前のヨーロッパの秩序体制は、すべてローマ教皇、神聖ローマ帝国の絶対権力を前提に構築された関係だったように思われます。事実、ハンザ同盟も駐屯騎士団も何度となく神聖ローマ皇帝に助けを求めました。けれど、この時代の神聖ローマ皇帝ハプスブルク家には、ヨーロッパ全土を安定させるだけの力はなくなっていたように思います。ハプスブルク家にできたのは、婚姻政策によってハプスブルク家の永続に望みをかけることだったのかもしれません。では、この神聖ローマ帝国衰退の最大の理由は何だったのでしょうか。それは大航海時代だったと思います。大航海時代によってオランダやイギリスはアジア貿易への新たな海の道を手に入れました。地球は丸いことが確かな事実となり、世界地図に新しい大陸がいくつも書き加えられることになったのです。これまではヨーロッパだけだった世界地図が、この部分をヨーロッパとし、一気にここまで大きく広がりました。年表を見てみましょう。クラクフ条約はトルデシアス条約とサラゴサ条約の間の出来事でした。マゼランの世界一周からは3年後の1525年の出来事でした。次は大航海時代がバルト海北岸の大国スウェーデンに与えた影響を考えてみようと思います。スウェーデンにとっても大航海時代は大きな衝撃だったと考えます。事実、スウェーデンにはオランダ経由で北アメリカに進出したり、アジアへの道を独自に探っていた形跡がありました。スウェーデンが独自にアジアへの道を探るとするなら、そのルートは駐屯騎士団、ポーランドを突っ切って黒海へ抜け、アジアへとつながるルートだったと想像します。これだったら、オランダ、イギリス、ハンザ同盟の干渉を避けられたでしょうし、新たな造船技術、航海技術、航海上の安全も必要としなかっただろうと想像できるからです。ポーランド駐屯戦争。この戦争の最中、駐屯騎士団はスウェーデン、ポーランド、ロシアという大国の狭間で存亡の危機に陥っていたのだと思います。すでにローマ教皇、神聖ローマ皇帝は頼りにできない存在でした。ポーランドにすれば、再び裏切られるよりは、駐屯騎士団を消滅させ、自国領へと吸収し、スウェーデンに備える方が得策だったように思います。駐屯騎士団総長アルブレヒトは、この危機をクラクフ条約によって乗り越えました。駐屯騎士団をプロイセン公国へと変貌させ、ポーランドに吸収されることなく、この戦争を終わらせることができたのです。こういったアルブレヒトの行動に助言を与えた人物がいました。それが誰だったかは次回お話しすることとして、今回はここまでとします。以上です。ありがとうございました。